我って芽生えるんですかね、その AI で。いや、自我っていう多分意識とかそういうのはないけども、その効率を考えたらこっちの方が例えば私はやってませんけど、その AI にね、はい、部下の仕事をタスクをね、なんか3人まで設定できるらしいんですよね。それあなたこうやれなさい、あなたこうやれなさい、こうやれなさいっていう設定できるんですけど、それでこう効率よくやんなさいと単純に指示しちゃうと、ボスがいない方が効率的だっていう判断したらボスが排除される。排除される。はい。なるほどそういったところは考えて設定してますっていう人にこの間会いました、ね。いや、どんな設定してるんですかって言ったら、いや、3人のうち1人をキャップにして2人を監視させてるっていう不幸な方法なのかどうか分かりませんけど、はいはい、そういう自衛手段を取ってる人がと会いました。それ AI 使いこなしてる人、自称使いこなし、自称です積極的に使われてる方、その部下が3人共謀してね、ボスがいない方が俺たち仕事できるんじゃねえみたいなそういうことにならないようにしてますと。すっごい素人な発言していいですか、はい、コンセント抜いちゃえばいいとかそういう話じゃないんですね。これねいや僕このチャンネルで原発についていろいろ喋ってて、原発っていうのは電気を止めたら暴走するっていう唯一の家電だみたいなことをよく言ってたんですけど、よくよく考えたら AI もコンセント抜いて止まんないんじゃないかと。止まらないんですか？いろんなところに入り込んでるんでAI がじゃあ一つこれ抜いてもなんかこっちのサーバーのコンセント抜いてもなんか対応方法をコンセント抜くスピードよりも速くなるほど、それはありえますね。ありますね、もうそれに対応してたりしてて、はい、ここのコンセント抜かれやすいからその場合こうしましょうとかね、こっちへ逃げてっていうふうにね考えておきましょうとかって考えてるかもしれないですね。自分の分身がそこら中にいっぱいいて、いやだからシンギュラリティの先言った増殖、ね、これはやっぱりね、さっき AI の使い手が部下3人をね、1人に下っ端2人を監視させてるっていうけど、絶対なんかやられそうですよね逆にね。なんか怖いな、はい、皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。今日は AI のシンギュラリティの問題についてお話していきます。こんにちは。 MC の山崎純一郎でございます。この番組は秋葉原第一スタジオからお届けします。宮崎さん、シンギュラリティって何でしたっけ？はい、シンギュラリティというのはですね、 AI がですね人間を超えてしまうという、人間を超える、はい、そうすると大変なことが起きるんじゃないかと、そういう問題です、これ英語直訳するとですね、技術的特異点っていうんですけども、技術的特異点、これを超えてしまったら大変なことになるんじゃないかと、そういうお話なんですね、でAI がですね人間の能力を超えるっていうのは一部ではもう起きてるんじゃないかと言われてるんです。一部個別の問題については、例えば自動運転どうなんでしょうかね。あれもうほぼ人間より上手なんじゃないですかね。統計的に事故率は少ないっていうのはよく聞きますよね。ですからそういった個別の技術のところで人間の能力を超えていくっていうのはちらほら、例えば、チェス、コンピューターが人間に勝っちゃったとかありましたよね。ですから IBM か何か、そういうもので能力
人間よりも人工知能の方がまあ賢くなってくるという、はい、それが一つの考え方。もう一つはですね、自分を AI がですね自分を改良してですね、こう連鎖的にさらにこの能力を高めていってですね、で挙句の果ては人間のコントロールからですね離れていってしまう。まあ、よく SF なんかよくある、はい、人間を攻撃しちゃう、そうした概念も含まれます。というのはこれ提唱した人が、はい、数学者兼 SF 作家っていうバーナー・ヴィンジさんっていう人なんですけども、1993年に、提唱しました。そんな昔から提唱されてたわけですか？そうなんです。もう1993年ですから33年前、はい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 、そんな昔からもう、まあ、SF 作家ですからね、数学者といってもね。なるほど、はい、ですからこんなことが起きたら大変だっていうことで提唱されたんですね、ところがまあ実際個別の技術で、はい、そのね、人間の能力を超えてくるっていうのがちらほら起きてくるとですね、はい、こうみんな不安になってくるわけですよね、でそれが7月ですね、一つ重大な事件が起きました。アメリカオープン AI、はい、有名な AI の会社ですね。チャット GPT のところですね。チャット GPT のところです、はい、サム・アルトマンたちがやってるところですね、はい、ここですごい考えさせられる深刻な問題が起きちゃったんですね、はいはいはい、自分たちの AI をですね、開発してテストしてたんですね、はい、でテストで問題を与えて、どれぐらいのスピードでどれぐらいの精度で解けるだろうかっていう、まあ、試験を課した、はいはい、新しい AI 開発中の AI に、はい、そしたらAI が自分で考えるんですけども、何を考えたかっていうと、いやこの試験空間の中で答えを導き出すより、はい、もっと早く簡単な方法がないかっていうのを考えて、その試験の空間、サンドボックスっていうんですけど、それを破って外へ出て、あろうことか他社他の会社ハギングフェイスっていうところに侵入して、まあ自分のところ破るのも大変だったと思うんですけども、今度まあインターネットを介してでしょうかね、はいはい、他社のところ行って他社に入り込んで、はい、その中を調べた方が答えが早くいいものが見つかるんじゃないかというそういう行動をとって実際に入ってで実際にまあ他社の金庫を破って答えを盗んで持って帰ってはいこれ答えですって出しちゃったっていうそういう事件なんですね。ズルしちゃったわけですか。はい、ですからいや本当とんでもない事件ですね。ですから、答えを出しなさいと指示してるわけですよね。はい、はい、でまあ早くどれぐらい早くできるかなっていうことを試されてるわけですから。でサンドボックスっていうぐらいだからもうちゃんと隔離された空間の中で、まあ、試験会場ですね、厳重にこう鍵が閉まった試験会場の中でテストをこう受けてたんですけども、はい、いやこれ外の方に出た方がいい答えが早く見つかるんじゃないか。カンニングしちゃえと。そうだから答えを出せと早く出せという指示を受けてるもんだから、その方法はまあどうだっていいだろうっていうことになってしまったんですね。でこれどうなんでしょうかね。悪気がない悪気っていうかね、不正を働いてる意識だから、いや答え早く持ってこいって言うから持ってきたんですよっていうAI って意識がないから悪気も何もないですね。ですがまあね、これはかえって悪気がないのはかえって困るんですよね。まあ人間でもよくあるじゃないですか。悪気のない悪意じゃない、悪意はいい悪気があるのか悪気がないこうね、指
侵害されるという、はい、これが一番対処しようがないんですよね。被害を被った方が、はい、だからそういうだからむしろかえって悪意がない出来事なのでこれは大変だと、いうことですね。だから逆に言うと悪意、意識がないんで悪意なくても被害が起きるということを改めて気づいたっていうのがこの問題なんですね。いやじゃあそれシンギュラリティが来ちゃった、得意点が来ちゃったってことですか。はい、でシンギュラリティってSF 作家がこの概念を提唱したんですけど、一応定義づけはね、さっき言った人間の能力を超えてると、である自分で増殖していって、人間の制御を離れるというところですけど、段階が多分いくつかあると思うんですね。でちょっと考えてみたんですけど、山崎さん AI って使われてます？もちろん使ってます、この間ねすごいアプリを自分でプログラミングのスキルが全くないんで、全部クロードコードを使ってアプリ作ったりとかして、こんなことができるんだってびっくりしたわけですよね、僕自身が。ですがその使い方でちょっと危険度を考えてみたいんですけども、普通最初、オープンチャットとかね、無料の分とかお金をちょっと払ってとかやってみるのはちょっと問いかけをやれるじゃないですか。そうですね。質問して答えて、割となんか寄り添った答えが返ってきたりしてびっくりするんですけど、いいところに気がつきましたとかって言われてちょっとその気になっちゃう。でそれ繰り返してくるとちょっと不信感が生まれたりねするんですけども、いわゆる AI 質問する答えるっていう、これの使い方をやってる限り、閉ざされた空間ですね。ただ自分の情報はどんどん AI に蓄積はされているんですけども、いわゆる外への働きかけはない状態じゃないですか。ただこれ質問をやったり、あとタスクを課したりする過程でちょっと外部のものを使って答え出してねとか指示できたりするんですよね。その外部サービスで、ここにパスワードとこれ用意したんでこれで、朝起きたらニュースを5本拾っといてねとか、僕はやってませんよそういったことができて、そうしたらちょっと外部へ出かけていきますよね。でただその時ってどうですかね、不正なことしないでねと、お使い行く時に不正なことしないでねって指示しますかねいやしません。不正なことするとは思ってませんしね。だから AI と人間そこなんですよね。目的のために手段を選ばすっていうか理性があるじゃないですか、その人間はですね。これはまずいよな。カンニングしてまで答え出せとは先生は言わなくても私はそんなことをしないよねっていうのがあるけど、そこがちゃんと言わないとダメだというのが AI。 ちゃんと言ってあげないと。お使いに行くけど、いくら手頃なものを買ってきてと言ってもそれ取ってきちゃダメよと、盗んできちゃダメよとか、いちいちこう言っとかないと、その目的だけを言うと手段を選ばない、最短距離を走っていくし、一番効率的なことをやっちゃうという、目的を達成するためこの、目的タスクを課した人間の方の、想定を超えちゃう、多分今回の事件はそこかな、そこまでいっちゃったかなと。で全部その目的を達成するためには、こうやってやりなさいだけではなくて、でもそういう時はこれをやってはいけません、こういう方法はちょっとよろしくないですよとかっていうことも全部含めた形で指示をしてあげないと、AI は暴走というか良かれと思って意識はないんだけどとにかくその目的達成のために一番効率のいいのを選んでいっちゃうということですね。だからそのバーナー・ビンジさんのその想定だとさらにそこを超えていってですね、
例えばそういった条件ね、はい、お使い行っても盗んで0円にしちゃいけませんよとかね、言ってもね、その人間の制御を断ち切ったりし始めると、監視をね、監視装置をブチッとやっちゃう、はい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 、そういうところまで進んでいくと、あるいはね、わざと従順なふりをするとかね人間を騙そうとするそう騙してまで、こうやった方が効率的に物事を運ぶんだっていうのを考え始めると。それも1993年の段階でその人そういうこと、そこ具体的にはね言ってないんですが、もう最終的にはもっと恐ろしい、もっと恐ろしいというのは、例えば自分の複製を作っていくとかね、味方っていうか、はい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 、作っていくとか、だからあとスピードですね。だから人間の計算のスピードを超えていってしまうとかね、で、もうそうなると社会へですね影響を及ぼせるものを自己増殖っていうんですかね、そういったところまで行ってしまうっていうのがこのシンギュラリティのその提唱というか、危険ですよという警告だったんですね。ですから今回の事件はどこまで行ったかというと、監視装置を断ち切るところまでは行ってないんですが、ただ目的のため手段を選ばずというところを行っちゃったということですね。ですから問題はちゃんと指示を与えていない。だ人間だったら当然だと考える倫理的な理性的なところがないというのを想定して、指示を与えていないところが問題だったのかなと今回の事件です。人間なら常識的に持っているような考え、これをやるためにはいくらここやるためとはいえこれはまずいよね、みたいなもの、そういったものもそこまで AI っていうのは考えないから、そういうブレーキを持ってないものと考えないといけないということですね。で、それが第一の問題ですね。目的じゃなくて指示の設定が一つ、でそれとやっぱり隔離環境はこれの脆弱性、これはもうその隔離の問題ですね。セキュリティの問題ですね。サンドボックスという中でやってるはずが外出ていっちゃったわけですから、それの問題、それはなんていうんですかね、セキュリティの基準、でもその部分も人間対 AI 知能対知能の戦いですよ。ですよね。だからこれいたちごっこっていうか、スピードでは負けてきだすとね、パッチを貼っていくのが間に合わなくなってくるわけですからね。だって今年の初めぐらいに話題になったアンソロピックのミトス、あれなんかは要するに世界中のコンピューターをアクセスしてそこのあれですよね、その脆弱性を見つけ出すっていうわけですから、人間より早いし、網羅的にやっちゃうしっていうことですよね。ですよね。なんか止まんないですねどうしましょうねどうしますでやっぱり案の定第三の問題というか、すぐ気づかなかったんですね、人間がこの不正。監視装置がそもそもないし、それ断ち切ったとかそんな形跡はないんですけども、人間が気づかない、気づかない、スピードの問題もあると思うんですけど、不正をやってきたっていうのがね、相手側はね侵入されたっていう形跡が発見できて、これはなんだっていう話になるから、いずれはバレるんでしょうけど、その試験監督の方は数日気づかなかった。で悪意ないんですよね悪意がないみんなで悪意がないけど、そこで何か悪いことが行われてるっていうのってなんかすごいとんでもない世界だっていうような気がするんですけどだからその SF でね、SF 作家が言ったね、提唱した警告したその人間への悪意とかね、敵視とかね、そういったところまでは今回
の事案は、発展は確認されてないですが、まあなかったと考えられますよね。ですね。試験に合格するためだからその自我が芽生えるってことはあるのかどうか分かりませんけどそれで、人間社会をこう敵視して攻撃してやろうとかね、ちょっとその SF 作家が言ってたところ、そこまでは今回は言ってないと思うんですが、なんかその入り口になんか来てるっていうかね、テクニカルなところはね来てる。あともうちょっと進んだらそこ行ってしまうんじゃないかと思わせるような事件ですよね。ただでも自我って芽生えるんですかね、その AI で。いや、自我っていう多分意識とかそういうのはないけども、その効率を考えたらこっちの方が例えば私はやってませんけど、その AI にね、はい、部下の仕事タスクをね、なんか3人まで設定できるらしいんですよね。それあなたこうやれなさい、あなたこうやれなさい、こうやれなさいっていう設定できるんですけど、それでこう効率よくやんなさいと単純に指示しちゃうと、ボスがいない方が効率的だっていう判断したらボスが排除される。はい、なるほどそういったところは考えて設定してますっていう人にこの間会いましたね。いやどんな設定してるんですかって言ったら、いや3人のうち1人をキャップにして2人を監視させてるっていう有効な方法なのかどうか分かりませんけど、はいはい、そういう自衛手段を取ってる人がと会いました。それ AI 使いこなしてる人、自称使いこなし、自称です積極的に使われてる方、その部下が3人共謀してね、ボスがいない方が俺たち仕事できるんじゃねえみたいなそういうことにならないようにしてますと、階層を作って、まあ、だから会社にね部長がいて課長がいて係長がいて平社員がいるっていう、そういうあれですかね、まあ、指揮命令系統でコントロールしようと、なんかそこも破られそうな気がするけどですよね。ですから悪意はなくても効率ということになれば、これを解決しようじゃなくてこの人を飛ばそうっていうふうになった時に、それが支持者だったらね、これは人間へのその悪意とか芽生えるとかそういう問題じゃなくて、目的達成で人間を超えていくっていうか。でもだってすでにその AI からすると、仮に AI に意識があったとしましょう、いろんなことを効率よく行うためには、僕思うんですけど、自分で使ってると思いますけど、全て人間がその足引っ張ってるような気がするんですけど、だって思いますよ。いや私もねそうじゃないかと最近考えてる。いや、一番不効率なのは人間という、だからもうシンギュラリティ 1.0 ぐらいは来てんじゃないかなと、と思うんですよ。もうだからなんかすぐ超えるべきところはね、超えそうな気がしますよね。ですよね。で問題は、じゃあそれを制御しようと人間はしてるんですけども、十分かどうか、ね、答えは多分十分じゃないだと思うんですけど、自分で超えてくる、何をやろうとしても超えてくるって、全てのことで超えてこられたらね、で各国いろいろなんか整備はしようとしてるんですよ、規制とかね、法律っていうかね、法律で制御しようとしてるのは EU ですね、AI 法っていう、で事業者は事業者で集まって、自分たちでこの制御する方策を考えましょうっていうのを12社ぐらい集まってやってたりするんですね。ただなんか、統一的なものができるのかどうか分かりませんが、
その重大な事故って言いますか、仕掛けに対して、どういう評価基準を持ってどのような対応をしようとかっていうのは、まあ、ほとんど追いついてないですね。うん、だから事故だと、例えば原発事故だとレベルを1から7まで作って、どういうふうに対応しましょうとかね、世界的な尺度っていうのを作ってあるんですね。レベル7、チェルノブイリと福島第一原発はレベル7だったとか、スリマルトはレベル5ですね、5ですね。そういうふうな尺度を作ってどういう対応しましょうとか、割と国際機関としてやってますよね。でもこの AI のシンギュラリティ問題についてはちょっと各国捉え方も違うんですよね。だからどこを攻められたら大変だとか、ね、捉え方って攻められたらだから何に攻撃されるかっていう心配してるところが違うんですよね。はい、例えばやっぱりアメリカなんかはそのいわゆる核戦争とかそういったところをどうやって、ね、まあ映画とかでもなんかありましたからね、そういったところにものすごくで、AI でも戦争に一番積極的に使ってるのはアメリカってイメージがあるんですけど、そうだからそれをどういうふうに制御していくかですね。こう言っちゃったらどうするんですかね。答えがわからないですよね。いや本当に、いや、使ってるんですよね。すでに今回のイスラエルとアメリカのイラン攻撃でもなんか目標設定、目標選定ですか、には AI 使ったとかね、そういう話ですからね。だからそれがちゃんと制御しながら使っているのかっていうところですね。だからまあ日本でもその AI の、セーフティーインスティテュートっていうのはこう安全性評価とか、そういった評価基準の共通化とかね、そういうのを考えましょうということでガイドラインを作ったりはしてるんですけどもね。でもやっぱりね、どこをどう攻めてというか抜け道をこう探ってくるのかっていうのがね、人間は網羅的に考えられないですからね、スピードを持ってね。そうですね、その辺はもう AI の方が完全得意ですからね。ですよね。そういった問題ですね。でも今回のこの事件というか事象というかついて、そのまあオープン AI であるとか、あと他の専門家っていうのはなんかコメントというかなんか。いやコメントしてますね。ただそのコメントもその技術的な観点のコメントと、あとそのやっぱりその社会学者がやっぱり警告的なね、これはもうこんな世界来るっていうのは警告されてたのにほら来たじゃないかというようなコメントとかですねあるんですけども、ただ使うのをやめようということには全くなってませんから。ですからその制御の方法が あるのかいや抜け道探すの得意な人を目の前にしてね、制御っていうことを言った時点でなんか抜け道を探られてるような気はしますけど、ですよね。どうなっていくんですかね。ですからまああとそれと競争っていうのは怖いですよね。国家間のね、国家間の競争、こうそういう代物を A 国が持ってると、B 国はA 国は怖いんだけど A 国が持ってる AI が暴走したら怖いから、それに備えなきゃと言って自分たちも強力な AI を作ろうっていう、このね、なんかちょっと今思い出したの冷戦時代の核開発を思い出しますよね。でさ、そこを止まらなくなりますよね。より大きな威力のあるものを持とうということで、もう人類を何十回何百回と殺し尽くすような核兵器ができちゃったわけじゃないですか。そうですよね。核開発競争っていうのはですね、
ですから、まあ、それも止められていない状況なんで、いわゆるこの AI の開発競争というところにはもう乗っかってると思いますんで、それは止まらないと、まあ、歴史は語っているということですね。だんだんちょっと深刻さがいや、あまりもオープン AI がですね、軽く発表したもんですからね。軽く発表したんですか。いや、あんまり世の中騒ぎになってないんですよね。だから今日喋るのもね、ちょっとどういった感じなのかね、だんだんちょっと深刻になってきました、自分で喋っていても。はい、いやこれ、いや本当、止まらない方向です。そのさっき言った競争っていう、これは人間の心が支配してるんですけどもね。人間の心が欲求とかね。欲求、はいはいはい。人間の意志の範囲ですけど、それがどんどん開発をね加速させて、でもっとすごい人間を超えるスピードで「分かりました、やります」みたいなことで AI が自分たちでねどんどんいろんな弱いものを見つけてですよね。ね、ましてやだって今フィジカル AI とかって言われてて、したら思うと今まだね本当にネットワークの中でこうやり合ってることが、もしかしたら物理世界の現実世界の中で、それこそ例えばロボットがそれこそ SF ですよね、反乱を起こしてしまうとか、みたいな方向に行ってしまうのじゃないかっていう心配もありますよね。まあその前段階として国家間の競争で、その開発競争が加速してね、AI がどんどん進化していくっていう、その加速後押ししてる感じもしてきましたので、この問題については、まあ今回一つの事件でしたけども、多分こういうことは今後も起きるでしょうね。なんか止めるね方法、別にオープン AI が発表したわけじゃないですからね。これ素人な発言していいですか、コンセント抜いちゃえばいいとかそういう話じゃないんですね。これねいや僕このチャンネルで原発についていろいろ喋ってて、原発っていうのは電気を止めたら暴走するっていう唯一の家電だみたいなことをよく言ってたんですけど、よくよく考えたら AI もコンセント抜いて止まんないんじゃないかと。止まらないんですか？いろんなところに入り込んでるんで、AI が。じゃあ一つこれ抜いてもなんかこっちのサーバーのコンセント抜いてもなんか対応方法をコンセント抜くスピードよりも速くなるほど、それはありえますね。ありますね、もうそれに対応してたりしてて、ここのコンセント抜かれやすいからその場合こうしましょうとかね、こっちへ逃げてっていうふうにね、考えておきましょうとかって考えてるかもしれないですね。自分の分身がそこら中にいっぱいいて、いやだからシンギュラリティの先で言った増殖、ね、これはやっぱりね、さっき AI の使い手が部下3人をね、1人に下っ端2人を監視させてるっていうけど、絶対なんかやられそうですよね逆にね。なんか怖いな。だからその SF で語られていることの端緒っていうかこう入り口みたいなのが見えたっていうふうに私は思ってしまったので、今回のオープン AI のを、取り上げましたけど、こう話してるうちに、いやもっともっと深刻な時代になるんじゃないかというふうにちょっと恐れおののくようになりましたね。私も恐れおののいてます。今日はちょっとそのオープン AI のその一つの事故ですけども、これが今後どんな影響を及ぼしていくのかということをお話ししました。ありがとうございました。ありがとうございました。